こんにちは、空手家工具です。今年はコロナの影響で多くの大会やイベントが中止されてしまいましたが、最近は各ジャンルで少しずつ大会など競技会も開催され始めました。そこで今回は今まで何度か質問をいただいていた選手のための食事について、僕が現役時代に意識していた効率よく筋肉をつけて強くなるための食事、試合前日当日の栄養補給についてお話ししたいと思います。ちなみに空手界はあらゆる面で他のスポーツに比べ科学的な知識が遅れており、僕らの時代は今よりも広く試合前日に明日は勝つって平気でカツカレーを食べるような全日本選手がいる時代だったので、今では当たり前とされるような知識で大幅に差をつけることが簡単にできた時代でした。ただ今でもそういった知識を全く持っていない人も少なくないので、今回は僕が現役の頃に意識していた食事法についてお伝えすることで、無駄な理由で負けることを防ぎ、勝ちやすい体を手にするお手伝いになればと思います。強くなりたい、勝ちたいって方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは極真空手世界大会を3連覇した高血の過去の試合動画や実際に効果の大きかったトレーニング理論、スタミナを簡単に向上させる方法など、見れば 100% 強くなる動画を更新していますので、動画を最後まで見ていただき、もし内容がいいなと思ったらチャンネル登録お願いします。さてお待たせしました。ここからは試合に勝つための大会直前のプロテインの摂取についてお伝えしたいと思います。摂取方法を間違えると胃腸に負担をかけてしまい、パフォーマンス低下につながりかねないプロテイン。現役選手は参考にしてみてください。実は脂肪はもちろんタンパク質は消化吸収に時間がかかる上、胃腸などの消化器官をフル活動しないといけなくなり、内臓に負担がかかると言われているため、カツカレーなどを試合の前日や当日に摂取するのは、試合前日や当日に筋トレをさせられているようなものなんです。普通いませんよね。試合直前にもっと強くなれるからってガンガン筋トレさせる人。そんなことをしたら強くならないどころかパフォーマンスが落ちることは火を見るより明らかだからです。でも食事になると内臓の疲れって全力で動いてみないとわからない上、見ることができないので知らずにやっちゃう人って少なくないんですよね。食事の影響によるパフォーマンスの差は完全に知っているか知らないかだけの違いです。なので今まで勉強したことがない人は知るだけで強くなるのでおすすめです。ただし、じゃあ試合前はタンパク質は摂取しない方がいいというわけでもありません。アミノ酸などは激しい運動をする際には絶対に必要な要素です。そこで着目したい体の機能がアミノ酸プール。このプール、英語で言うと貯蔵という意味ですが、分かりやすくするために、体の中にアミノ酸の、貯蔵庫、プールがあると想像してもらって結構です。アミノ酸は筋肉の中に一定量貯蔵することが可能で、余分に摂取した分は尿に排出されるので、プールが溢れるほど飲んだとしても吸収されないだけで、ミネラルや油溶性ビタミンなどと違って基本的には取りすぎによる健康被害はないと言われています。そこで僕がやっていたのは、大会1週間くらい前から大量摂取していた脂質やタンパク質については定食についてくる程度の量まで減らして、足りない分はアミノ酸やサプリメントで置き換え、試合の数日前からアミノ酸サプリメントの摂取量を増やしてアミノ酸プールを最大化するようにしていました。特に前日の夜の食事は翌日の試合の運動エネルギーになる炭水化物を多めにして、脂質やタンパク質といった消化吸収で内臓に負担をかけるものは少なめにしていました。当然当日も同様に炭水化物の量を増やして、タンパク質や脂質の量を減らし、足りない分はアミノ酸サプリメントに置き換えるようにしていました。ちなみに当日に関しては人によるかもしれませんが、僕は明らかに緊張で胃腸の活動低下を実感していたので、朝はおにぎりやうどん、お餅といったものをメインに食事をしたら、大会が終わるまでは1日かけておにぎり1個程度、あとはウィダインゼリーなど消化吸収に負担がないものを選んで栄養を補給していました。人間が消化吸収に使うエネルギーは実はかなり大きく、試合のためのエネルギーをそこに使いたくないという思いと、実際に僕の場合パフォーマンスに影響が出る実感もあったので、23歳の大会を最後に通常の昼食を取るのをやめました。ただし気分的に食べないと力が出ないなど精神的デメリットや本人が食べた方が調子がいいという感覚があれば、当日の昼食も量や内容には考慮しながらも摂取した方がいいと思っています。ですので当日の昼食に関しては僕の場合であり、競技は人によって違うと思いますので、あくまで参考として聞いていただけると嬉しいです。いかがだったでしょうか。余談ですが、僕は23歳の頃に雑誌の特集で好きな食べ物という欄に生肉、お寿司と書いて、一部の方から会場に行くたびにいじられるくらい生物大好きだったのですが、試合が近くなるともしもの可能性を考えて完全に摂取をやめていました。またお酒に関しても、飲んだ翌朝の追い込み稽古の際に明らかにパフォーマンスがわずかではありますが低下する感覚があったので、せっかくトレーニングをするのに質は落としたくないという気持ちが強く、現役中は基本的に大会後の打ち上げやお祝いの席以外では全く飲まないようにしていました。動画の途中にも述べましたが、
食事によって出るパフォーマンスの差は完全に知っているか知らないかのたったそれだけの差です。今回ご紹介したのは少し栄養学を学んだアスリートであれば初級編的な内容になりますので、本気で勝ちたいという選手は競技特性に合わせた炭水化物の摂取方法や日頃のメンテナンスのためのビタミン、ミネラル、そして今回紹介したプロテインやアミノ酸の中級的、上級的な内容も勉強してみてください。今回の動画は本当に勝ちたい、勝たせてあげたいという方向けの動画となっており、強くなる意識が低い方が見逃すには向かない動画となっております。ここから先をご覧いただく場合は、よーし強くなるぞーと気持ちを入れてからご覧ください。食事やサプリメントについて全て話していたらすごい時間になってしまうので、今回は栄養の中でも特にアスリートの中で重要視されているタンパク質の摂取について、筋肉を効率よく発達させて勝ちたい、現役の選手であれば知っておきたいプロテインとアミノ酸の摂取方法をご紹介したいと思います。少し調べたことがある方はご存知だと思いますが、アスリートは一般的に体重 ×1.5 から 2g のタンパク質を毎日摂取することが望ましいとされていますが、現役当時の僕は体重が 92kg だったので、必要な1日の摂取量は 181g となります。肉もいろいろありますが、100g の肉に含まれるタンパク質はざっと平均 20g 前後なので、肉であれば毎日 900g を食べなくてはいけないことになります。100g100 円の肉だったとしても、毎月27,000円も肉代だけでかかることになります。しかもタンパク質は1回の食事で吸収できるのは年齢や体型によりますが、一般男性でだいたい 30g 前後と言われているため、1日6回に分けて 150g ずつ肉を食べなくてはいけないことになります。まあ普通に考えて不可能なので、ここで登場するのがサプリメントのプロテインやアミノ酸になります。なぜか一般の素人の方の中にはプロテインとドーピングを勘違いされていて、昔プロテイン飲むなんて卑怯じゃないとか、それ飲めば筋肉つくんでしょとか言われましたが、プロテインって直訳するとタンパク質って意味で、肉などよりも効率よくタンパク質が摂取できるサプリメントの総称のことで、何もせずにただ飲めば栄養過多で太るだけなので、認識が間違っている方はお気をつけください。ちなみに僕が若い頃に摂取していたのは、タンパク質含有量が 80% 以上のプロテインで、朝食と一緒に 35g、午前中のトレーニング後に 35g、午後のトレーニング後に 35g、稽古後に 35g、寝る前に 35g、これに食事を合わせて摂取するのが僕の基本でした。ただプロテインは摂取してから吸収するまでに消化器官などで分解されるまでの時間が必要で、最も吸収が早いと言われているホエイプロテインで2時間近くかかると言われていて、トレーニング直後の筋肉が最も栄養を欲しているタイミングに筋肉にその栄養を十分届けられないというデメリットがあるため、トレーニング直後にはあまり向いていないということが僕が20代の頃から盛んに言われるようになりました。そのため僕も20代の頃からアミノ酸を摂取するようになっています。アミノ酸についても詳しく説明するとキリがないので、簡単に説明すると、タンパク質を分解して吸収する直前まで小さくしたものがアミノ酸だと思ってください。プロテインと違って消化する必要がないため、内臓に負担がなく、飲めば30分程度で筋肉に届くという優れものです。ただしデメリットとして、プロテインのように様々なアミノ酸の集合体ではないので、極めて偏った栄養しか摂取できないこと、金額的に高価なので多用できないこと、吸収が早い分血中のアミノ酸濃度が高い時間が短いなど欠点もあるので、トレーニング直後用など目的に合わせて摂取する必要があります。ちなみにプロテインよりアミノ酸の方が優秀というイメージを持っている人も少なくなく、僕も学び始めた頃はそう思っていたんですが、何でもアミノ酸の方がいいというわけではなく、プロテインはアミノ酸の集合体なので、一度に様々な種類のアミノ酸をバランスよくたくさん摂取できる上、トレーニング直後にはデメリットになってしまう吸収時間がかかる点も、血中のアミノ酸濃度を長い時間高く保てるという点で、体の修復に必要なアミノ酸を筋肉に与え続けられる時間が長いなどメリットもたくさんあります。ちなみに僕は現役時代、成長ホルモンが出る睡眠中の血中アミノ酸濃度を高く保つために、ホエイプロテインの中により吸収の遅いカゼインプロテインを半分混ぜたものを寝る2時間ほど前に摂取する専用プロテインとして使用していました。本格的に摂取する方は参考にしてみてください。またこれ以外にもペプチドといって、両方のメリットを少しずつ出し合ったようなタンパク質をすぐに吸収できるギリギリのところまで分解したアミノ酸の集合体も販売しているので、トレーニング直後の摂取でまだピンポイントでこのアミノ酸が取りたいといったこだわりがない時期は、アミノ酸よりも単価は安く吸収はアミノ酸並みなのでおすすめです。
アミノ酸に関しても最もメジャーな BCAA やグルタミンなどから最近は EAA や HMB など書き出したらキリがないほどありますので、アミノ酸の種類や効果に関してはご自身でググってください。ということで、金銭的な余裕があればトレーニング直後専用にアミノ酸やペプチドも検討してみてください。ちなみにアミノ酸もペプチドもいろんな栄養を同時に取りたいからといってプロテインと同時に摂取してしまうとプロテインの消化に巻き込まれて吸収を大幅に遅らせてしまうことになるので、プロテインを摂取する場合はアミノ酸などを摂取して10分ほど間隔を置いてからプロテインを飲むようにしてください。トレーニング時間以外の時間を強くなるためにどう使うのか、何気にここは選手の強さを分ける最も大きな要素だと思っています。あなたはトレーニング以外の時間をどう使っていますか？今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して極真空手世界王者高傑の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。